皆さんこんにちは、ナオトです。今回は僕が3月に読んだ漫画をいくつかピックアップして皆さんに紹介したいと思います。皆さんも下のリンク先で見ることができますので、ぜひ見てみてください。一つ目は鬼滅の刃です。今月は4巻から6巻まで読みました。4巻から雲鬼一家との戦いが始まるんですけど、やっぱり善逸が覚醒するシーンが一番しびれました。よくある設定だとは思うんですけど、意識がない時だけめっちゃ強くなるっていう設定が男心をくすぐると思います。そして居合の構えもかっこよさを際立たせていると思います。そして5巻になると雲一家の父鬼とのバトルになるんですが、全体的にガンツっぽいなと思いました。父鬼が上から降りてくるシーンとか、父鬼が大きくなって伊之助がひるむシーンとか、あと伊之助が握りつぶされそうになったシーンはガンツ大阪編の天狗っぽいなと思いました。わかる人がいたらコメントしてください。そして6巻ではついに鬼殺隊の中で一番位が高い剣士たち柱が出てきます。僕はやっぱりクールな富岡さんが一番好きです。終盤の鬼仏寺さんが殺しまくるシーンも個人的にはなんとなくガンツっぽいなと思いました。キャラが出揃ってきたので次巻からの展開が楽しみです。次は山口翼さんのブルーピリオドです。これは今年の漫画大賞に選ばれた漫画で、現在は7巻まで出ています。美大を目指す高校生が主人公の漫画なんですが、いろんな人が実際に描いたデッサンや絵が漫画の中で使われているので、それはすごい試みだなと思いました。そして美大のシステムや絵の描き方も書いてあるので、単純にいろいろ勉強になりました。最近紹介した映像権には手を出すなのように、アーティストの苦悩や成長が今後描かれていくと思うので、多くのアーティストが共感できる漫画になっていると思います。また多くのアーティストを生み出す漫画にもなっていると思います。次は森田るいさんの我らコンタクティです。これは僕の好きなポッドキャスト、ポップライフザポッドキャストで紹介されていたので読んでみました。とてもオリジナリティのあるストーリーで、会社員の女性と工場で働いている男性がロケットを作って宇宙に飛ばそうとする話です。映画化するための予算も考えていそうなくらい、ストーリーもその構成も映画向きだなと思いました。主に愚直に夢を実現しようとする主人公たちが描かれているんですが、人間の心の暗い部分や複雑な感情にもフォーカスしています。セリフやモノローグに頼らず、表情や動きでそれを表現しようとしているのも素晴らしいと思いました。キャラクターに心が本当にあると思って読んでみると、一つ一つの動きの本当の意味が見えてきます。国語が得意だった人は、より一層楽しめる作品になっていると思います。あと、車のヘッドライトの残像だけが描かれている絵は初めて見ました。皆さんも下のリンク先で見ることができますので、ぜひ見てみてください。最近は漫画を紹介するだけのチャンネルになっているんですが、皆さんの日本語学習に役立っていたら嬉しいです。この動画のスクリプトと単語リストも下のリンク先で見ることができますので、ぜひ見てみてください。ではまた次回お会いしましょう。じゃあね。